皆さんこんにちは。青空です。ソウル旅行の3日目の朝です。今日も元気いっぱい観光するために、まずは腹こしらえ。朝ごはんの定番といえばここミョンドンにあるイサコトーストさんですね。観光客はもちろん地元の人にも大人気で、朝から大行列。注文が入ってから目の前で出来はよく作ってくれたんですね。鉄板で溶けたバターの香りがもう止まらない。見てください。この出来たてのトースト。ふんわり焼かれたパンにたっぷりの具材。この組み合わせが最高なんですよね。外はサクッと香ばしくて、中はふんわり甘しょっぱい特製のソースとシャキシャキの野菜、そしてとろけるチーズが絶妙なハーモニー。これぞソウルの朝飯の味。朝から元気もりもりになります。さあ、ソウル旅最後の観光へ出発。ソウルはバス移動も便利なんですよね。Tマニカードをピッとしてサクッと乗車。窓の外に流れるソウルの街並みを眺めるのも旅の五代目です。東大門の近くになるとファッションビールや巨大な商業施設が増えてきて、一気に都会感が増やします。伝統的な市場と最新のショッピングエリアが混在しているのがソウルっていう街の面白さですよね。まるで街全体が生きているみたい。東大門デザインプラザ DDP です。宇宙船みたいに流れるような曲線のこの近未来的な建物。有名な建築家ザハ・ハーデトさんがデザインしたソウルのランドマークですよね。建築好きにはたまらないこの巨大な宇宙船。宇宙船のような DDP の中に入るとまず驚くのがこの光景。建物の足元にはなんと朝鮮時代の遺跡がそのまま残されているんです。最新のビルと数百年昔の遺跡が共存しているなんで、ソウルの街のタイムトラベル感がすごかったですよね。歴史に触れた後は建物の奥にある広場へ。周りにはモータンなアーティ作品がたくさん並んでいるんですが、その中にちょうど変な椅子を見つけました。よし、座ってみます。これまさか乗れる回転椅子だ。自分でそう言ってぐるぐる回るとなんだか子供に踊るみたい。楽しい。You try. 近未来的な建築の中でこんな童心に戻れる遊びがあるなんて本当にサプライズ。DDP は歴史とアートとそして童心を頼める魅力いっぱいのスポットでした。近未来の DDP から歩いてすぐソウルファッションの中心地東大門市場にやってきました。特にこのエリアはファッションのドヤ町として有名ですよね。今回私が注目したのはこの巨大な靴市場です。見てください。この圧倒的な靴の量。通路の両側には本当に靴、スニーカーからブーツ、ヒールまでありとあらゆる種類の靴が並んでいます。サイズやデザインが合うか探すのは大変だけど、掘り出し物が見つけるかも。初めてこんな靴だらけ。何万足売ったんだろうね。東大門の明かりが揺れる。風に乗って人々の声、香ばしい匂い、夜が誘う街のリズム、心躍らせ東大門
心に響く夜のジャズ古い家と輸入ですか？輸入。新しい靴一つ一つが語る物語笑顔の裏に隠れた夢夜空に浮かぶ希望の星迷路のような路地裏で迷いながらも見つける宝目と目が合うその瞬間言葉はいらない音だけで語る東大門東大門心が歌う市場の中人の波間に溶ける音街全体が一つのジャズ明かりが消え静寂が訪れそれでも響く心の中東大門のリズム忘れられないまた戻るよこの街のジャズ東大門東大門夢が溢れる市場の中光るネオン消えない熱心に響く夜のジャズ東大門東大門夢が溢れる市場の中光るネオン消えない熱心に響く夜のジャズこれだ。これだ。ここだ。ここだ。お腹が空いてきたなぁと思ったらすぐ隣にまた別の活気あふれるエリアを発見東大門市場に隣接するこの飲食店エリアも人がいっぱいです食欲を刺激する匂いがあっちからもこっちからも偏ってきてもう大変ソウルの市場はどこへ行ってもそのエリア独自のグルメと活気があって本当に面白いですね小さなテーブルにぎゅっと座って美味しそう食べるこの距離感も市場グルメならではの特別な体験です活気にあふれるソウルの植民的なエネルギーを直ちに感じられる場所ですね安心行ってみる？食べたかったんですか？ワンちゃん入れましょうか。お店の看板犬かな誰にも邪魔させずにちょこんと座ってきてとてもおとなしいですね昼飯は超有名店陳陽華春梅乾燥ダンガマリさんです大きな鍋に丸々一匹の鳥がドーンと登場鳥が煮立ってきたらお店の人が目の前で
手際よく分解してくれます。脚力満点。そしてこの檀家余りの5代目といえばタレのカスタマイズ、ニンニクやマスタード、唐辛子などを自分の好みで合わせて調整するんです。これが楽しい。味はもちろん間違いない美味しさ。鶏の出汁が効いたスープが体に染み渡る。お肉を感動した後に絶対に外せないのが締め。残ったスープにうどんを追加してカルダダスにしちゃいます。鶏の旨味が凝縮されたスープを吸った麺がもう最高。最後まで美味しくいただけちゃう。有名店はやっぱり裏切らない大満足の高まりでした。美味しい檀家余りで心も体もポカポカ。そして東大門市場といえばやっぱりこれ、ファッションのもと巨大な布生地市場にやってきました。この圧倒的な布の量と種類、ソウルのファッションはここから生まれているんだなって実感できます。このディープな雰囲気に触れられるのが東大門市場の一番の魅力かもしれません。鳥はいかがですか？4万2000円。朝の光が差し込む街、香り漂う千葉の道、足音響く石畳、東海本の小道を歩けば笑顔と色が溢れてる、心が踊るリズムに乗せてあの路地裏の物語、素敵な市場の熱気を堪能した後はお隣にあるヒョンダイデパートへ。市場のディープな空間から一転、一気にモダンで洗練された雰囲気です。ソウルはこういう古いものと新しいものがすぐ隣に合わせになっているのが面白いですね。同じ服着ている人が発見、ちょっと恥ずかしい。東大門市場での観光を終え、今日の旅の終着点ソウル駅へ戻ってきました。でもまだ終わりじゃない。楽しい。最後の最後までお得な掘り出したものを逃がすわけにはいきません。ソウル駅直結のロッテアウトレットへ向かいます。そしてお目当てではやっぱりノースフェイスのアウトレット。さっきヒョンダイデパートでチェックしたけど店舗が違えば品揃えも違うかもしれない。2店舗を比較して本当に後悔のない買い物をする。これが旅の最後のミッションです。韓国限定のアイデアや割引率の高い商品を見つけるので本当に楽しいんですよね。最後の最後まで全力でショッピングを楽しめました。ショッピングのミッションも全て終えていよいよソウル最後の夜です。晩ご飯はホテルの近くで見つけた雰囲気の良いチェーン店、つまり韓国風の居酒屋さん。旅の疲れを癒すためにまずはキンキンに冷えたカスをいただきます。頼んだのはなんと4種類のチヂミ盛り合わせ、キムチ、海鮮、チーズなどいろんな味を試しめるのが楽しい。そして小林く焼かれた焼き魚、シンゴとの組み合わせが本当に最高なんです。賑やかな店内で美味しいお酒と料理をいただきながら今回の旅を振り返ります。辛いもの、甘いもの、歴史、アート、ショッピング、ソウルは本当に魅力がいっぱいでしたね。最後の夜まで美味しいものを食べられて幸せ。旅の最後の思い出にホテルの近くの飲食店エリアを少しだけ散策します。時間が遅くなってもソウルの夜の熱気がまだまだ続いていますね。通りには焼肉屋さん、ポンチャンと呼ばれる屋台風の飲み屋、バーなどいろんな飲み屋がひしめき合っています。店内やテラス席からは楽しそうな話し声や笑い声が聞こえてきてすごく賑やか。この開放感、ソウルこの夜のエネルギーを感じられる場所ですね。昼とは違うネオンの光に照らされたソウルの
夜景もまた魅力的。楽しかった旅が終わっちゃうのはやっぱりちょっと寂しいな。でも最後の夜までこの街の楽器を感じられて本当に良い思い出になりました。本当はローカルですね。韓国人しかネオンが揺れるメイドの街、人々の笑顔が夜に溶け込む、香るスープの湯気がるく流れる、足元には光る石畳、パニスだ。ここ行ったじゃん。ここ行ったよ。ここ中行ったよ。屋台の明かりが星のに輝く、甘い匂いが風に乗り包む、どこからか聞こえるギターの音色、恋の歌がそっと耳に触れる、赤い提灯が並ぶ路地、知らない言葉が飛び交う声、時計を忘れた夜の中で私の声に迷子になる、面倒夜面倒夜歩けば夢の中、これもいい面な。倒のよ心が踊るよ、夜空に浮かぶ静かな表も結構ホテルでチャミスルとマスカットの組み合わせ、最高の晩酌でソウル旅を締めくくれました。さあ、最後まで見てくれて本当にカムサハムニダ。明日は最終日です。お楽しみに。チャンネル登録、いいねお願いします。青空です。バイバイ。